ご報告いたします。WHO に猛攻撃が。トランプか。やはり踏み込んできました。で、今度は何を吠えている？ WHO は中国中心主義であり、拠出金を停止すると。それは困ったことになったな。やはり工作の限界が来たのではないでしょうか。違うよ。ますます増えてしまうではないか。我々の拠出金比率がな。あまり露骨にやれば必ず反作用がきます。過ぎたるは及ばざるが如しというように。その男の思想は使うな。孔子学院以外ではな。あくまで一般論です。今回はあまりにも見え見えだったのではないでしょうか。そんなこと一部のメディアしか言っていない。全世界が不審に思っています。疾患名を COVID-19 とし、武漢や中国との連想を消そうとしたこと、武漢の収束宣言を待ってからパンデミック宣言を出したこと、そして中国の感染対策に対する度重なる称賛のコメントをしたことを。すべきことをしたまでだよ。当然の国際常識と我が国が提供する正確なデータをもとにな。そうでしょうか。誰が見ても我々が WHO を買収したようには。買収ではない。互恵関係だよ。では事務局長がエチオピアの保健省が外相している時代に投入した130億ドルの開発資金、あれは一体。それは茶商人の息子の時だろ。胡錦涛の時代です。茶商人は茶番が似合うな。人民の税を使ってそんな汚職をしていたとは反腐敗運動の対象になるんではないか。そうなると3月に我々が WHO に2000万ドルを寄付したのも汚職になるのではないでしょうか。世界の健康のための寄付が汚職か。君の心は濁っているな。我々に忖度した WHO は各国に中国からの入国禁止をしないように言っていたではないですか。それが今このような状況に。そんなこと誰も覚えていないよ。このまま WHO への工作が明らかになれば、他の国や国際機関への工作についても監視の目が一気に高まります。我が国の信頼は雪崩のように。我が国の信頼はその工作で築き上げてきたんだよ。なぜ国連に我々が入れたか知っているか。それは1971年の国連総会において中華民国を追放することに多くの国が賛成し、その賛成票の4分の1はアフリカ票なんだよ。アフリカ、その時から。毛沢東はその10年ほど前からアフリカ各国に大量の支援をしてきたんだ。しかし1971年から10年ほど前というと、我が国の大躍進政策による大飢饉だったはず。中国人民が苦しんでいる時にそんな余裕が。そんな余裕がないと考える君のような男が当時の指導者じゃなくてつくづく良かった。毛沢東の戦略を今でも踏襲しているということですか。アフリカは欧米にとって経済的な投資価値は薄い。あまりに貧しいからな。しかしだからこそ我々にとって政治的投資価値は高いんだよ。国連の多数決原理ですか。アフリカを制する者は国連を制すだ。しかしその工作が今公になろうと。まさか君はトランプが勝つとでも思っているのか。 WHO はアメリカなしでは資金の 16% が吹っ飛びます。さすがの事務局長も方針転換や辞任を迫られるのではないでしょうか。トランプにあまり立ち入ると選挙のためにならんと教えてやらねばならんな。さらなる世論戦を仕掛けるのですか。今は犯人探しをする時ではない。トランプは大量失敗の責任転嫁をするために暴れている。この言葉を各国のメディアや SNS に溢れさせようではないか。